皆さんこんにちは、トピノアです。今回は先日日本に一時帰国した際の Vlog をお届けします。香港での生活を経て改めて感じる日本のいいところや日本と香港の違いなどを香港在住日本人の目線でお話ししていきます。ぜひ最後までご覧ください。今回は3泊4日の帰国です。初日は香港を朝出発し、成田空港着のフライトを利用しました。私は任天堂のゲームが大好きなので、いつもこの任天堂キャラクターによるようこそを見るたびにほっこりした気持ちになります。今、第1ターミナルにこのような任天堂のブースが設けられているのご存知ですか？ちょっとしたフォトスポットがあったり、スイッチ2のソフトを体験プレイできたりします。そして任天堂のゲームやコントローラーを模したキーホルダーのガチャガチャもあります。私はファミコンのボタンをゲットしました。その後、この日はまっすぐ東京に向かい、家でのんびり過ごしました。翌日は母と合流し、今年3月末に新しくできた商業施設、大井町トラックスを散策。中に入っているホテルのレストランで食事をし、母子水入らずの女子トークで盛り上がりました。大井町トラックスの詳細は次の動画でご紹介しようと思います。3日目はソロ活兼セルフケアの日。美容院やまつげパーマなどの美容系は、もちろん香港でもやろうと思えばできるのですが、どうせ同じ施術をやるなら日本の方が安いし、長いことお世話になっているサロンで安心できるので、一時帰国した際に予定を詰めまくってまとめてケアするようにしています。加えて今回はなかなか行けていなかった歯医者にも行きました。さらにその隙間時間を使ってショッピング。ちょうど日本でスーパーマリオギャラクシーの映画が上映開始されるぐらいの時期だったので、日本でしか売っていないコラボグッズがどうしても欲しかったんです。ラッシュへ行き、バスボムやスプレー、リップスクラブなどを購入。バスボムはその日の夜に使いました。香港では湯船に浸かる習慣がなく、持って帰っても使えないので、日本にいるうちに試せてよかったです。この日の夕飯は日本にいた時からずっと通い続けているいきなりステーキへ。学生時代から肉マイレージ、食べたお肉の累計グラム数に当たるものですね。こちらを貯め続けていて、現在上位 1% 前後を維持し続けてまして、いわば上級会員ってやつですね。1年来店履歴がないと、この長年コツコツ貯めたマイレージが全て消えてしまうので、今回一時帰国でやってきたというわけです。今回伺ったのは目黒にある店舗。平日夜でしたが、そこまで混んでおらず落ち着いた雰囲気でした。数量限定ブレードミートステーキ 300g を注文しました。プラチナ会員特典の10円ドリンクと単品で注文したサラダ。そしてこちらがメインのお肉です。美味しそう。さて、ここからは私がステーキを爆食している様子を流しながら、日本と香港を比較して感じたことをお話ししていきます。まず最初に感じたのは、街の綺麗さと匂いですね。香港は街の中心部だと結構ゴミが散らかってたりして、あと下水っぽい匂いが気になることがあるのと、なんだかんだで路上喫煙も多いので、非喫煙者の私からすると結構タバコの匂いがきついなと思うことも多いんです。それに比べて日本はもうめちゃくちゃ綺麗。同じ都心23区で比べるともう過ごしやすさが段違いです。香港も先進国なので、もう少し環境への配慮というか、美化に対する意識を高く持てたらいいのになぁと思います。続いて2点目は湿度についてです。これも比べると全然違いますね。私が住んでいた東京を例に挙げますが、東京の夏は平均して気温30から35度、湿度が70から 75% くらい。一方、香港は、気温は30から35度と同じくらいですが、湿度はもう毎日 80% を超えてきます。
香港だと一歩外に出た瞬間、むわっとした熱気が襲ってきて、もう汗がだらだら出てくるので、その点はしんどいですね。割と大容量の家の除湿機も半日で満帆になります。でも最近はそんな香港の気候に慣れてきたのか、逆に日本への一時帰国ですごく乾燥を感じるようになりました。お肌のかさつきも気になるし、なんか鼻の奥がカピカピになってる感じがするし、そういう点では湿度が高く潤っている環境も悪くないのかもしれないですね。続いて3点目は、室内の空調についてです。前の湿度の話とも関係するのですが、湿度が高くて不快な分、香港では室内のエアコンをガンガンに効かせることで快適さを保とうとしています。例えば私が働いているオフィスも冷房設定は驚異の20度。私は26度ぐらいの設定でも全然大丈夫なタイプなので、設定を上げたい気持ちは山々なのですが、どうせ私が上げてもローカルのみんなが温度を下げに行くので、ここは自分がマイノリティだと割り切って、オフィスでは毎日長袖を羽織って寒さに耐えるようにしています。オフィスだけではなく、ショッピングモールやレストランなども同様ですね。あとは空港も結構寒いです。あとはホテルも要注意ですね。私の経験だと個室のエアコンを切ってもどこからかひんやりした風が入ってきて常に寒かったです。多分建物全体の大元の冷房がずっと入ったままになってるんだと思います。この夏香港に来る予定のある方は必ず長袖の羽織を準備して温度調整できるようにしてください。せっかくの香港旅行で大風邪をひくということになりかねません。さあ続いて4点目は電車事情の違いについてです。これに関しては圧倒的に香港の方が分かりやすいと思いました。これ香港の鉄道 MTR の路線図です。色によって路線が分かれていて分かりやすく、駅数もそこまで多くないのですっきりした印象です。一方で東京はこれです。こうして比べてみるとやばくないですか？これ東京都内だけの路線図なんですけど、もう複雑を極めてますよね。JR と私鉄、地下鉄が分かれていて乗り換えも複雑な上に、列車によっては他車線と連絡してたり行き先が違ったり、さらには特急や急行など物によって止まる駅も違うし、日本人からしても難しいから、これ海外の方からしたらめちゃくちゃ難しいだろうなと改めて思いました。そして最後はホスピタリティについてです。これに関してはやはり日本を上回る国はないと思います。香港に関して言うと、お店でも空港でもどこでもやっぱりスタッフさんはめちゃくちゃ不愛想で塩対応なんですよね。ちょっと対応に温かさを感じるのは、香港ディズニーランドくらいで、基本的に笑顔を見せない店員さんがほとんどだし、あと広東語を話せないとちょっとイラッとした反応を見せる人もいます。そんな冷たい対応するなら接客業しなきゃいいのにと、ほぼ毎日のように思います。それが日本ではどうでしょう。もうどこに行っても丁寧で思いやりのある対応です。もう大した受け答えでなくても親切に笑顔で対応してもらうだけで、やっぱりこちらもいい気分になります。日本のおもてなしの心は我々が誇れる文化としてこの先もずっと残していきたいものです。さて、ここでステーキ完食です。ごちそうさまでした。久々のいきなりバッチリパワーチャージできました。ソロ活ラストは31アイスへ。お目当てはまたもやマリオコラボのこちら、ロゼッタスペシャルダブルカップです。可愛すぎるチコのスプーンチャームとマリオロゼッタが描かれた特別カップをゲット。フレーバーは新作のコットンフルーツギャラクシーと私のお気に入りキャラメルリボンにしました。31でマリオの映像が流れてるの、もう激アツでした。新作フレーバー、なんだかギャラクシーを感じさせるいろんな甘さが混ざった味で新鮮でした。ステーキ後の締めは私はやはり31一択ですね。この日の翌日、早朝のフライトで香港へ戻りました。
以上、今回はいつもの動画とは違う形で一時帰国 Vlog をお届けしていきました。美容系や買い物、家族との時間など、日本でやりたかったことを一通り叶えられた充実した一時帰国になったと思います。また、これまでずっと暮らしていた日本を少し客観的に見ることで、改めて日本のいいところ、海外のいいところを整理することができた気がします。海外生活を経験したことがある方、日本に帰ってどう感じましたか？ぜひ皆さんの感想もコメントで教えてください。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。